ああ、確かに確かに。ああ、なるほどね。ああ、ああ、なるほどね。はい、どうも、竹下亮太です。今日はとんかつ野口さんに来ています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。片刃の包丁使われてるんですけど、こちらの刺身包丁ですね。こちら使われてて、こっちがとんかつ用。はい。こちらはもうとんかつ用なんですけど。あ、なるほど。用途としては、はい、温めて使うのと、はい、温めなくてとんかつを切るのと分けてます。あ、なるほど。はい。で、温めるっていうのが、なかなか衝撃的な感じなんですよね。そうなんです。温める方がとんかつは切りやすいんですよね。なるほど。圧倒的に温めた方が切りやすい。スパッて切れるんですよね。へえ。冷たいとなんか引っかかってとんかつが切りにくい、癖かもしれないですけど。はいはい。引っかかるってどんな感じなんですか？ちなみに。なんか冷めて油が固まって滑るみたいな感じですか？こう切るじゃないですか。こう一つの一切れを切った時にいわゆるこれを2貫に切り分けるんですけど、はい、こっちついてくるんですよね、右側が。なるほど。はいはいはい。温めるとそのままスパーンって開くんですよ。はい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 。ああ、はいはい。あ、わかりました。なるほど。で、それが150度でジュッてやってると、はい、溶けるから滑るっていう感じですか？そうです。で、今みたいな感じで、この150度で熱するんですけど、これ今銀酸の包丁なんですよね。そんなにめっちゃ熱に強いわけじゃないんで、150度だとこの焼きが戻る可能性がなくはないんですね。はい、なんで、どっちかというとおすすめ、もし、熱するのが必須な項目であれば、おすすめは、SG2 か SPG ストリクスっていう鋼材があるんですけど、はい、それが粉末ハイスコーで、もともと金属を接着するための金属なんですね。なんで要は金属削るんで、金属同士で摩耗するとめっちゃ温度上がるんですよ。はい、でその時に焼きが戻りにくいような設計をされている金属があって、で最近包丁でも、それ高度が結構高いので、人気な鋼材になってまして、でそれを使った包丁だと、その150度ぐらいの油で、熱してても、焼きが戻りにくいっていう鋼材があるんで、そっちの方が、合ってるのかなという感じです。でそれが見た目はもうほぼ一緒なんですけど、確かにこの、はい、こっちがストリックスで、こっちが SG2 っていう包丁です。ありがとうございます。かっこいい。ありがとうございます。でもし熱して使うんだったらこういう鋼材の方がおすすめです。で今日の本題は、鋼材もそうなんですけど、カツがどうやったら切りやすくなるのかっていう研ぎ方の部分でちょっとやらせていただこうと思ってますんで、はい、ちょっとそこら辺をちょっと突き詰めていけれたらなと思ってます。楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうやって両方研ぎ方は一緒なんですか？研ぎ方は一緒です。研ぎ方は一緒なんですけど、はい、研いだ後に必ず包丁のセットを刃を合わせてギザギザにしちゃいます。何で言いました？包丁のセットを刃を合わせてこうやってギャッてギザギザにしちゃうんです。今できます？それこんな感じで。じゃあギザギザになるんですよ。ギザギザになるまでやります。の方が切りやすいです。もちろんその生肉を切るときはまっすぐしたなるほど、はい、ものにするんですけど、はい、とんかつになったものを切るときはもうギザギザ。これ多分映像じゃ分かんないと思うんですけど、相当ギザギザです。いやね、ギザギザでちょっと目視で分かるぐらい。研いだ後にギザギザにするって言いましたっけ？絶対やります。それもはや研ぐ理由は何なんですか？やっぱりなんかギザギザなんですけど、その出てる部分は尖ってる方が切りやすい。で今聞いてる感じだと、一回研いだ後に、刃をギザギザにして、ちょっとパン切りっぽくやったら切りやすいということなんで、要はカツの衣に引っかかりやすくするのが大事なのかなと思っています。はい、なので、包丁何個かあるので何パターンかちょっと研ぎ方変えてやってみたいと思うんですけど、はい、小刃漬けって聞いたことありますか？はい、小刃漬けとベタ研ぎってあるんですけど、基本的にはベタ研ぎと小刃漬けセットでしないと切れ味が出ないですけど、今回は、この刃をギザギザにしたいので小刃つけずに荒砥石、400番あたりで、小刃なしで小刃なくなるまで削っていって、で破った状態、薄くしすぎると破れるんですけど、で破れたらどうなるかというと、今おっしゃってたギザギザになります。刃が。
400番で破ったやつと400番で破らずにコバをつけたやつともう1個粗い140番っていう粗さがあるんですけど、そいつでコバつけたやつの、3種類で、どれが一番切りやすいか切り比べしたいと思います。はい、はい、それプラス、今おっしゃってたのは交番手にすると滑って切りにくいということだったので、ちょっとそれも試したいなと思います。本当に滑るのかどうかっていうところ。なるほど。はい。なんで交番手と、粗い仕上げのやつで破ったやつ、あとは400番と140番でコバつけたやつっていう感じの計4種類の言い方でちょっと試させていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。楽しみです。じゃあ行きましょう。確かに面白いですね。結構ギザギザですね。ギザギザです。ギザギザにこだわってます。ギザギザにこだわってもっとギザギザにできますよ。でもすごい。こっちの方があんまギザってないですね。でもこっちの方がだいぶギザギザ感はついてる。どれを破るか。これ両方トイレいいんですか？はい、いいんですか？もちろんどれをどの刃付けにするかですね。これは1個交番手でやる方が早いので、ストリックスをじゃあ交番手でやろうかな。こいつをじゃあ SPG ストリックスのこいつを天然として仕上げます。天然で仕上げて破るやつこれでやろうかな。これをじゃあ破っていきたいと思います、はい、でこいつは140番で140番がちなみに、はい、これなんですけど、触ってもらったら、こんだけざらついてるんです砥石じゃないですね。一応砥石です。ダイヤモンド砥石。ダイヤモンド。ガラス板にダイヤモンドの、電着式のダイヤモンド研磨剤をくっつけてる砥石です。どっちかというとだからサンドペーパーとかに近いですね、イメージ的には。でもう一個がこれ400番。これダイヤモンドの400番なんですけど、こいつでコバ付けします。じゃあまず簡単に終わるやつからいきます。まず140番の付けからやっていきます。なんでイメージで言うとこの3本は、刃の厚みを薄くするというよりも刃先のギザギザ感を変えて、どう切れ味が変わるのかっていう感じです。で、それに対してこの破るって言ってたやつ、こいつは刃もギザギザにするんですけど、それプラス刃先の厚みをめっちゃ薄くして、どう変わるかっていう感じですね。はい、じゃあやっていきます。まずこいつから。コバ付けはですね、だいたい30度ぐらい立てて、返りが出るまで。でこれ今これだと、ここら辺は全部返り出てるんですけど、はい、ここだけ出てないんで、はい、これが全体的に出るまで一旦やります。何ですか？何も喋らない。全然喋らないな。専門用語すぎて破れるとか。あれも言ってもらったら視聴者代表なんで OK です、破れるっていうのはちなみに包丁ってこの今コバ付けが30度ぐらい研ぐんですけど、コバなしでベタ研ぎだけで研ぐと大体刺身包丁の時って15度前後なんですよね。で15度でやると刃先の一番薄いところも15度になるんですけど、その薄さが薄くなりすぎて、破れるんですよ。その厚みに耐えきれずに刃先がポロポロ朽ちてくるんですけど、その状態が破れるっていう状態です。で基本的にそれだと刃先がギザのこば状になっちゃってあんまり切れ味的には良くない切れ味なんですけど、今回の場合だと逆にのこばの方がいいのでそうするっていう感じですね。でこれで全体返り出たら裏をはい、確かに結構撮影見てるけど初めてだねこれでそれをやってんので表と裏を返りがギリギリないぐらいまで慎重に落とします。こんなもんじゃないですかね。
ってやると究極にギザギザの刃ができるっていう。へえ。これで鋭利さも出します。でするとまあじゃあ実際ペーパータオル、まあ、これがどんぐらい切れるかですけど、まあ、このぐらいは切れるっていう感じで、嘘みたいですね。切れ味の粗さを見るためにはやっぱこのコピー用紙切るのが一番分かりやすいんで、まあ今粗い状態です。普通の状態、まあこれは新品時の小刃付けってやつをやってる状態だと、まあこんなもん切れ味的には。で今140番の小刃付けしたやつがどんな感じかというとこんな感じで、まあこの断面見てもらったら分かるようにギザギザ。はい、ギザギザ、はい、今求められている理想のはい、ギザギザに近いかなという感じです。まず1個目140番の切れ味完成です。すごい。ありがとうございます。もうすでにすごい。続いてが140番なんで次400番でいきましょうか。こちら400番の切れ味は、SG2、まあ、こいつを研いで作ります。でこれ新品時の切れ味なので一回コバの角度を130度僕の角度に戻します。でこれも同じように返り出るまでやってあげて、で返り出たら次140番です。400番ですね。さっき裏も140でやったと思うんですけど今回は400番の刃付けなので裏はしないです。で裏はこの400番こいつを当てていきます。で裏なんですけど今回粗くしたいので僕普段はこれ縦で研ぐんですね。はい、縦で研ぐと、まあ、裏が整うんでめっちゃいいんですけどめっちゃギザギザにしたかったりとか粗くしたい場合は縦で研がずに横のまま後ろに引いた方がギザギザになりやすいんでこっち向きで研いだ方がおすすめです。で返りなくなるまでやってあげてでまた表ですね。でこれも返りが出るまで当てていきます。で返りが出たらもう一回裏で返り取ってあげて、でここからは両方の返りがなくなるように表と裏軽く当てつつ調整していきます。粗砥石で仕上げするときは力入れちゃうと反対側にすぐ返りが出てしまうので返りが出ないように粗砥石でこうとんがらせるように調整しないとダメなんですけど、はい、それのやり方は、めちゃくちゃ力抜いて表と裏こんな感じでやっていくと、両方から返りなくなるんでそれで調整してあげたらいいかなと思います。はい、で両方返りなくなったん確認したらバリ取りしてこれで400番の切れ味です。でコピー用紙がどんな感じかっていうとこんな感じです。さっきのと比べるとだいぶ違いますね。これがさっきのなんですけど、こんなんとこんなんなんで、はい、全然こっちも飲めろ。これが400番。はい、で続いてが仕上げ砥石ですね。確かに衣で滑りそうな。また返り出るまで140番でコバつけてあげて、で返りが出たら次の砥石に行くんですけど、交番手でやるときは裏はこいつでは押さないです。最低でも中砥石これ1500番なんですけどここから押していきます。で縦向きですね。で
400番で表のコバ研ぎます。なんで生の肉切るときはこの研ぎ方がおすすめです。はい。はい。で次3000番ですね。これはダイヤモンド砥石の3000番です。で最後こちらですね。これ中山智恵っていう天然の京都の天然砥石です。交番手の仕上げと違うのはこれ炭化物以外のとこ削ってくれるんで、普通の仕上げとよりもこっちの方がやや若干ギザギザになります、刃先が。はい、これで仕上げ砥石のやつも終わりです。はい。最後またバリ取りしてすごっ。こんな感じです。滑らか。あとまあこんな感じです。まあより繊細な刃付けっていう感じですね。でこれで3種類のコバ付けが終わりました。140番、400番、天然砥石。まあ天然は8000番以上ぐらいって言われてます。じゃあ最後、まあ、僕が一番気になってる、とんかつ切る時に気になってる研ぎ方、破っていきましょう。普通破ったらダメなんですよ、研ぎって。ご法度みたいな感じなんですけどまあ逆にとんかつだと面白いんじゃないかなっていう感じなので。あ、そうそう。おひやむり。はいさっきコバ漬けやってたのが30度で研いでたんですけど、ベタ研ぎだけで破っていくので、この切り刃の角度ですね、まあ、15度前後ぐらいのここに当たる角度で研いでいきます。でどっちかっていうと、まあ、ベタでまっすぐ刃付けするっていうよりはハマグリ刃にしていくつもりです。ハマグリ刃っていうのが包丁でこの切り刃のところがまっすぐじゃなくてちょっとこう膨らみを持たせてハマグリの刃の殻のような感じの刃付けをしていくっていうやり方ですね。でなんでそれするかっていうと、やっぱベタでやりすぎるとちょっとめちゃかけやすくなりすぎたりとか破れすぎたりするんで、ハマグリ刃でやってあげたらまあ程よく破れるぐらいかなっていう個人的なイメージです。破れすぎると刃先が本当に薄くなってもペラペラになっちゃうんですよ。そうなったら食材にこう当てた時に刃先がふにゃって曲がるんですよね。まあそれはちょっと具合悪いなと思うんで、そうならない程度のハマグリにして、その刃先の耐久度も一応持たせつつ薄めるっていうやり方です。で帰りが全体的に出たら400番に行きます。で仕上げはこの400番ですね。コバなくした仕上げで。
ベタ研ぎだけのやつ400番ですね。まあこんな感じです。はい。まあ元の家計の状態も残したままなのでちょっと引っかかり大きいですけどじゃあこれでとんかつを切ってみましょう。じゃあとんかつ切る前にちょっと試し切り皆さんやってみてほしいですね。めっちゃ切れるありがとうございます。すごでそれが400番の小判い。わあ切れます。でそれが400番の全然ガッガッガッ。ああでも切れるのは切れる。はい切れるのは切れます。え面白い。まあ、僕多分今切った中で一番とんかつ切りやすいのこれかなと思ってます。髪切ってる感じでは。おお。切り方うまい。いや僕めっちゃ見てるんですよ一緒に撮影してるのでめっちゃ見てる。おお。はいはいはい。全然違いますねそれぞれで。面白い。切れますねでも確かに全部。いかがでしょうか。面白いです。でも切れ味が違いますよね。そうです。切れないではなくて切れ味が違いますよね。そうですね。一応全部切れる状態ではあるんですけど、まあその引っかかり具合が全然違うので、まあどれがとんかつに合うのか、はい。実際にやってみましょう。はい。これ初めてやろう。これはさすがに初めてやろう。初めての光景。包丁屋が見たらびっくりするんちゃう。包丁屋の錆止め液に色が似てる。なんか確かにその製造工程の一部みたいな。とんかつ切る時のポイントってまず表面、はい表面にまず刃を入れていくんです。はい。で途中まで進んでギコギコ進んで最後は引くんです。はい、これがとんかつの最適解だと思います。切り方です。なるほど。最初に衣に刃を入れていきます。入んないですよ。なるほどね。ここが入りにくい。で途中まで来たら引く。僕もちょっとそれもう半分に切ってみていいですか。はい。逆から。はい。ありがとうございます。ちょっと切ってみたいな。熱っ。そうなんですよね。90代から乗るああ確かに確かに。ああなるほどね。衣がやっぱ入りにくいんか。めっちゃ切れるのにな。衣が終わったらそうですね。衣が終わったら全然問題ないですよね。衣だけの引っかかりの問題。切り刻んじゃってすみません。面白いです。おお確かに。いわゆる切れない包丁のうん最初に似てますよね。うん、そうですね。はい、切れ味めっちゃ切れるのに。は面白い。逆ほんまにそう転現象。確かに。あんこの上で滑る。はい。肉はでも入ったら全然ね。問題ないです。確かにね。パン粉がやっぱ硬いからちょっと仕上げだと滑るんですよね。パン粉の粗さに仕上げのこのギザギザがだから合ってないですね。このギザギザの感覚がパン粉のピッチより細かいんです滑ってるみたいな感覚ですね。イメージ的には。なのでとんかつ屋さんはどういう切り方をするかっていうと押して切っていくんですよ。あ、潰してってことですか。はい。なるほど。切れ味っていうのをあんまり意識しない。はいはい。が1本目天然砥石。はい。で次が400番の小葉漬け。はい。はい。いきます。はい。お願いします。肉の断面はすごく綺麗です。ただやっぱりこう入りづらいですよね。はいはい。入っていかないです。自重では入っていかないですよ。一生。
確かに。なるほどね。やっぱ400番でもちょっと細かすぎるって感じですか。下の木が一番よう切れる。気に引っかかるね。気に引っかかる。めっちゃ気に引っかかる。確かに全然滑ってる。はい、じゃあこれが400番の小葉漬け。やっぱ400番だと、さっき髪切った時感じたように結構滑らかなんで、やっぱちょっと滑るかなって感じですね。ここからですね。そうそう。はい、これが小葉の140。いわゆるこれがとんかつ包丁の領域に入ってくると思います。それが一番刃先は粗い状態です。はい。ギザギザ。めっちゃ切れます。めちゃくちゃ切れる。びっくりするほど切れる。なるほどね。これ世の中のとんかつ屋さんひっくり返ると思いますよ。なるほどね。はい。衣がちゃんと引っかかってる感じですね。めちゃくちゃ切れますよね。なるほどね。確かに。ニコニコせんのも切れます。1回でおお、本まだこの厚みで切れますもんね、カツが。当だ。剥がれずに。すごっ。これが140で、これが400。さすがに400の方が断面も綺麗な。そうですね。こう比べるとって感じですけど。断面は違いますね。普段とどうですか？ヨウさん普段よりこれの方が切切れる。れる切れる。もう全然違います。で、それが400番のベタのみ。買います。めっちゃ切りやすいし断面めちゃくちゃ綺麗です。ちょっとなんかレベチで綺麗かも。確かに綺麗やな。こっちの方が綺麗です一番ね、さっきより。どっちが切れるの？でもちょっと入っていきますね。入っていくな。入っていくけどこっちの方が入っていくな。こっちの方が入るですね。圧倒的に。切れやすいですね、でも。僕はこっちの方が切れました。重さの差も若干それはありますね。かもしれないですね。衣の入りがこっちの方がいいですよね。その断面言うと多分こっちの方がいいんですけど。そう、断面はやっぱり。いわゆるとんかつ用の研ぎはあるっていうことですよね。そうですね。だから刃先だけ140の粗めでコマをつける。すごい、もう本当に目から鱗。すごい。そうですね。140の粗いやつ。粗いやつのコマ漬け。要はギザギザの刃に研げばいいっていう感じなんで、これをせずに140番で研げばそうですよね。一番より良かったです。いやめっちゃ苦労してたんですよ。本当に切れなくて研げば研ぐほど切れなくなるからどうしたらいいんだろうと思ってたどり着いたのがこれ。なるほどね。そういうことか。本能的に荒らした方が引っかかるからってことですよね。いいギザギザ。いいギザギザです。普段でない普段切でないれるけどギザギザ。ナイスギザギザです。ナイスギザギザ。やっぱ大事なのは食材に合わせることなんで、研ぎは。僕はそういうのが一番好きですね。やっぱこういう感じで一緒にできるとすごく楽しいです。いや脱帽です。いやこちらこそ新しい発見をありがとうございます。けど多分このカツ切るっていうことに関しては重心が前にあろうが多分切りやすそうな感じしたんで、なるほど。こっちの重みっていうよりもこっちの重みを重くする方がいいのかなと。とんかつ切るのに最適なやつは、このね140番の荒砥石、これで小葉漬けするのが一番いいんじゃないかなという感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた包丁は作ります。お願いします。ありがとうございます。ということで今回も動画いいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。他にもこんな研ぎ方してほしいということがあればコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。